サクサクふわふわのまん丸揚げドーナツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はサクサクふわふわの揚げドーナツを作りたいと思います。今回ですね、ドーナツの生地はプレーン生地とあとはココア生地、この2種類作っていきたいと思います。さらにそこにトッピングを4種類していきます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプレーン味の材料からご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、卵、そして揚げる時に揚げ油を使用します。ということで今回はね、こちらの材料で作っていきます。牛乳の量に関しては卵の大きさによって適正な牛乳の量が変わりますので、こちらはね、調整して使ってください。続いてココア味の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、ココアパウダー、卵、そして揚げる時に揚げ油を使用します。ココア味はもちろんね、ココアパウダーを加えるのでその分生地が硬くなります。なのでこちらはね、牛乳の量を増やして生地の硬さを調整しています。そしてトッピングの材料はこちらです。ブラックチョコレート、ホワイトチョコレート、いちごチョコレート、グラニュー糖、こちらの4つのトッピングを今回はしていきたいと思います。こちらのトッピングはお好みで OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめにプレーン味から作っていきます。ボウルにまずね、ホットケーキミックスを加えます。そして卵を割り入れます。で、あと牛乳ですね。もう全部ね、材料一緒に入れちゃって OK です。そして混ぜましょう。結構ね、生地が固めになるのでゴムベラを使っていただくといいかなと思います。で、だんだんね、まとまってきます。このっぽさがなくなるまで混ぜてください。はい、このように粉っぽさがなくなれば OK です。この生地の硬さの目安はですね、指で触ってもつかないぐらいですね。そのぐらいの硬さにしてください。この時にもし指にくっつく場合はホットケーキミックスをプラスしてください。逆に生地が硬すぎる場合は牛乳を少しずつプラスして生地の硬さを調整してください。はい、これで OK です。ではね、形作っていきます。で、生地をね、丸める時はこのように薄く手にね、サラダ油を塗っていただくと生地がくっつきにくくて丸めやすくなります。で、このぐらいですね。はい、こんな感じです。揚げると膨らむので完成させたい大きさよりもちょっとね、ちっちゃめに丸めてください。では同じように丸めていきます。はい、丸め終わりました。2センチから2.5センチぐらいの大きさがちょうどいいかなと思います。そこまでね、厳密じゃなくて大丈夫なので目安にしてみてください。それでは続いてココア生地を作っていきます。まずボウルにホットケーキミックス、そしてココアパウダーで、ここにもう直接卵、そして牛乳を加えます。こちらもね、同じようにゴムベラを使って混ぜていきましょう。はい、だんだんね、まとまってきました。で、このぐらいになるとちょっと混ぜにくいので手に薄くサラダ油を塗っていただいて手でこねていただいても OK です。はい、このように粉っぽさがなくなって生地がしっかりまとまれば OK です。こちらも同様に指で触っても指につかないぐらいですね。そのぐらいの生地の硬さにしてください。それではね、丸めていきます。こちらも手に薄くサラダ油を塗って丸めていただくと生地がくっつきにくくなって丸めやすくなります。で、こちらも同じぐらいのサイズですね。手に取っていただいて、で、コロコロ丸めます。はい、こんな感じです。で、こちらも同じようにね、丸めていきます。はい、このように丸めました。それでは早速油で揚げていきます。では油で揚げていきます。まずお鍋にそこから2センチぐらいの油を注ぎ入れます。結構ね、油は多めに使うので小さめのお鍋に入れていただいて何回かに分けて少量ずつ揚げていただいても OK です。そうするとね、油の節約になるかなと思います。そしたら火にかけます。今回は170度の油で揚げていくのでそれまでまず油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。で、目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先端からこのように細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。軽く丸め直してやけどしないように入れていきましょう。10秒から15秒ぐらいするとゆっくり上に上がってきます。で、これでだいたいね、3分から4分ほど揚げていきます。
たまにねこうやって箸でね転がしてあげたりとか、あとはね自分でもくるくる回っていくので様子を見ながらね揚げていきましょう。はい、今ね4分ほど揚げました。でこのようにねいい揚げ色がつけば OK です。そしたら取り出しましょう。はい、こんな感じで美味しそうに揚げ上がりました。きちんとね揚がってるかどうか心配な時は竹串を刺して、で生の生地がついてこなければ OK です。はい、では続いてココア生地も同じように揚げていきます。はい、こちらも4分揚げました。それではね油から取り出します。こんな感じです。ココア味はこれで OK です。でこちらは特に揚げ色とかがねちょっと分かりづらいので、こうやってねきちんと竹串で刺して、で生の生地がついてこないかしっかりチェックしてみてください。ではこちらも同様に3分ほど油を切ります。トッピングしていきます。まずねグラニュー糖からトッピングしていきます。でグラニュー糖をトッピングするときはまだねドーナツが熱いうちにトッピングするようにしてください。数はねお好みで OK です。でここにグラニュー糖をまぶして空気を含ませてシャカシャカ振ります。こんな感じで OK です。はい、ではねココアです。ココアもね適量小さじ1杯ぐらいかな。グラニュー糖をまぶします。プレーン味と一緒にやっていただいても OK です。ココアはこれで OK です。では続いてチョコレートのトッピングです。チョコレートはねそれぞれ細かく砕いて器に入れます。続いてホワイトチョコですね。最後いちごチョコです。はい、このように細かく砕いてください。ではね別のボウルに60度前後のお湯を張って、ここに器を置きます。そしてこれをですね湯煎で溶かしましょう。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。そしてチョコレートをコーティングします。ここにポシャッとつけます。はい、こんな感じ。このようにコーティングします。それではココア味も同じようにコーティングしていきます。続いてホワイトチョコも同じように湯煎で溶かします。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。ではこちらもチョコレートをコーティングします。ポシャッとしてくるくるくるっと。はい、こんな感じです。続いてココア味にもホワイトチョコレートをコーティングします。はい、こんな感じです。ではねいちごチョコも溶かします。いちご味もね同じようにコーティングしていきます。はい、こんな感じです。それではココア味も同じようにコーティングしていきます。コーティングしたものを網の上に乗せてチョコレートを固めます。はい、これでまん丸の揚げドーナツの完成です。こんな感じに仕上がりました。右側からシュガードーナツ、そしていちごチョコレートドーナツ、ホワイトチョコレートドーナツ、チョコレートドーナツです。そしてこちらがココア生地で作った揚げドーナツです。それでは早速いただきたいと思います。8種類もあるのでちょっと厳選していただきたいと思います。ベーシックなねプレーンとチョコレートからいただきます。ではいただきます。外側がサクサクで中がふわっとしてすごく美味しいです。ココアの生地はグラニュー糖をまぶしたのをいただきます。こっちもねサクサクふわふわですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のサクサクドーナツのポイントです。ボウルに全部ね一度に材料を入れていただいて、あとはねゴムベラで混ぜてひとまとめにするだけなのですごく簡単です。だんだんねまとまってくるとちょっと混ぜづらくなるので、その時はね少し手にサラダ油を塗って手で混ぜていただいても OK です。ドーナツをね丸める時のポイントなんですけれども、こちら油で揚げると一回りぐらいね大きくなりますので、作りたい大きさよりも一回りちっちゃく丸めるようにしてください。でこの丸める時もですね手に薄くサラダ油を塗っていただくと生地がつかずに綺麗に丸めることができます。生地を丸め終わったら170度の油で3分から4分ほど揚げるようにしてください。揚げ上がりの目安がわからないなっていう場合は竹串で刺していただいて生の生地がついてこないかチェックしていただくといいかなと思います。今回デコレーションはグラニュー糖とチョコレート3種、この4種類作りました。でグラニュー糖をまぶす時に関しましてはドーナツが温かいうちにまぶすようにしてください。冷めてしまうとグラニュー糖がつかなくなってしまいます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクふわふわでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はサクサクふわふわなドーナツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。